いつもご覧の皆さんありがとうございます。福原美穂です。今日はですね、ファンの方に子育てについて聞きたいこといろいろちょっと質問をいただきましたんで、今日はちょっといろいろそんな子育ての話を中心にいろいろチャッティングしていきたいなと思うので、うるさいなちょっとということで主人がうるさくてもう私が怒られるという本性出ましたよね今。すいません。まずは習い事を始めるタイミングがわからないです。ソフィーちゃん何か習い事をしていますかと。そうですね、結構私の周りの、同じ年の子がいるお母さんたち結構早くからいろんな習い事をさせてて、私も焦ってやらせた方がいいのかなとかっていうのがあったんですけど、とりあえず本人がこれやりたいとか興味を示すものが出てきた時に始めさせてあげたらいいかなと思っていて、で最初に彼女がペッパーピグっていうアニメがあるんですけど、それを見た時にバイオリンをねペッパーが弾いてて、バイオリンやりたいって言って一回やらせてみたんですけど、なかなか3歳ぐらいだったのでまだちょっと早すぎたっていうのがあって、ちょっと休会して中断して、で今は夏だけ短期で行かせてた水泳のクラスがうちの近くにあって、今毎週水泳教室に行ってます。あとはこれも本人がねどうしてもやりたいということでバレエをやりたいっていうのを自分から言い出したので、バレエの教室を探して、ちょっと遠いんですけど隣町まで、毎週通っております。だからね、子供がやりたいことをねやらせてあげたらいいのかなと思いますけど、次の質問いきましょう。良くも悪くも気にしない、過保護はご法度。小さい頃からある程度母親と距離感を作ると後が楽と。距離感、どんな距離感なんですかね。過保護だな私は。結構やりなさいっていうのがすごく多すぎるかなっていうふうに最近思ったんですよね。早くこれやりなさい、早くこれやりなさいとか、ハッとしました。もうこの30分ぐらいの間に10回ぐらい言ってるみたいな、やばみたいな感じで、自分が逆の立場だったらもうそんな30分の間に10回も20回も言われたら聞かないくなっちゃうじゃないですか。どうやったらだからその何かハッと子供がやって気づいてやれるような気づきを与えられるのはどんな言葉なんだろうっていう、それもまた皆さんコメントしていただけたら嬉しいです。教えてください。じゃあ次の質問いきましょう。今7ヶ月ですが6ヶ月なるくらいから1時間おきに夜泣きをします。メンタルをどうやって保ってきましたかと。そうですね、うちの子はよく寝てくれた子だったんですけど、寝ない子を育ててるお母さん、私の友達にもいましたけど、1週間に1回ママデーを作ってました、その人は。だから両親だったり兄弟とか、もし近くにね頼れる方がいない場合は市のサービスとかでベビーシッターとかね探せたりしますから、何か本当に2時間とか3時間自分のための時間を、もう週末の午前中だけわかんないけどネイルサロンに行ってみるとか、美容室行くとか、マッサージに行くとか、本当に好きなケーキを食べに行くとか、その自分のための時間を少しでも、本当は1日にね少し作れればいいと思うんですけど、小さいお子さんいる時はすごい難しいと思うので、1週間に1回ちょっとだけ旦那さんとか、ご家族ね、いろんな人を頼って自分の時間を作れたらいいんじゃないかなと思います。私は昔からそうなんですけど、人と喧嘩したりうわーって頭に血が上ると家を出ますもう家を出て、今はねこういう緑多いところにいるんで、ちょっと海見に行っただけでも気持ちが沈んだりとか、本当に緑の中歩いてもう気が沈むまで歩きます。もう1時間とか1時間半とかもずっと何も考えないで空気を吸いながら歩く、そうやってバランスをとってます。じゃあもう少しいきますかね。子守歌は何を歌いましたか。これね、そうですね、日本の子守歌ってちょっと切ないんですよね。涙出ちゃう、悲しいメロディーが多いんですよ。私がよく子供に読んでた本があって、その本にメロディーを勝手につけて歌ってました。自分で作ってましたオリジナル、オリジナル、絵本にメロディーをつけて、もうある絵本に読みながらメロディーをつけたらすごい聞いてくれて、普通に喋るよりも音楽があるとグッと本に入ってくれたので、作って歌ってましたね。じゃあ次の質問。美穂さんが子育てするたびにだんだんいい声になっていますね。応援していますということで、メッセージでした。ありがとうございます。今まで前の彼とかに書いたアルバムとかが全部娘に今度変わってくるっていうかね、歌っている時にその愛する人の対象がやっぱり今娘になってんだなっていうのがありますね。そういう気づきとか、何があっても音楽してる時にずっとここにいるというかね、存在として、それはすごく大きいかなと思います。妊娠の時のお話、出産時の話、
今の子育ての方針、それから習い事、食事とか教えてくださいといっぱいあります、ね、出産時の話はもう1本喋れるぐらいありますけど、筋肉をまず取り戻すところがすごい大変でも出産2ヶ月後にもう1個ステージがシンフォニックコンサートでオーケストラとゴスペル隊と一緒にやるコンサートが決まっていて、もうそこへのプレッシャーがすごかったですね。これ戻るのかなという、実際に産んだ後に歌ってみたら全然体の使い方が分かんなくなっちゃって、そこからの復帰がやっぱりでも運動とかもすぐ戻せないので、本当にその時できるベストっていう感じで、結構大変でした。でもだからじゃあ子供を産まないとかっていうんじゃなかったので、いろんなそのタイミングで自分のベストを探るっていう感じが、一番ですね、学びかな。食べることに興味がなく超小食です。食に興味がないこの栄養バランスをどうすればいい？あまり悩まなくてもいいと思いますね。1歳の子だとまだ多分ミルク飲んだりしてると思うので、それでも栄養取れてると思うんですけど、確かにいろんなものを食べてこういう味も知ってほしいなっていうのもありますよね。私はお味噌汁作るじゃないですか。そして味噌が沈んだ後の上のお出汁だけ食べさせて飲ませたりとか、そういうのも結構舌にいいらしいんですよね。味を知る、出汁の味を知るとか、あとはかぼちゃとかでポタージュにして、ミルクとかを使えないと思うので、本当にお湯で炊いて薄味で、ここに人参とかも玉ねぎとかも入れて一緒にミキサーにかけて少し食べさせたりとか、それからフルーツ生のまま食べられるもの、いちごとかいいんじゃないかなと思います、じゃあ最後の質問。突然熱を出してしまったらどうするか。仕事とのプライオリティ。これね結構大変ですよね。私とかは結構その仕事もライブとかに関してはいっぱい詰めないようにしてたので、子供が生まれてから割と子育て7割ぐらいの感じで、やらせていただけてたのでいいんですけど、プライオリティ的にはライブを撮ります。ごめんなさいちょっともちろんね、娘も大事なんだけれども、やっぱり私がいないと成り立たないステージね、そこで今のこの時期だとコロナとかになってしまったらできないですけれども、普通の風邪であれば主人に任せたりしてステージに行くと思います、娘が今もうすぐ5歳で、ものすごい嘘をつくんです嘘がすごいんです。で、私はやっぱり自分の子供だから信じちゃうというか、信じてあげたいと思って、例えば保育園でこんなことがあったんだよとかっていうことも、じゃあお母さんに電話しないととか真面目に聞いてて行動してたんです。そしたら先生と話したら、いやそんなことはありませんって言われて、ってなって、なんでこんなに巧妙な嘘をついたんだろうっていうね、ついた嘘が本当に映画のようなストーリーの嘘で信じちゃったんです。で、いろいろ調べてたらやっぱり向こうのね、アメリカの記事とかでも出てたんですけど、4歳5歳ってものすごい嘘をつくんですって。で、つくと楽しくなっちゃって、どんどん話を大きくしたり、こんなことがあったんだよこんなことがあったんだよっていうのを持って話してくるんですね。それの原因とかもいろいろあると思うんだけれど、ここでね、嘘つく子は嫌いだって言ったらいいのか、どうこれを直したらいいのか、私ちょっと分かんなくて。でもとにかく一つ言えることは、自分は絶対嘘をついちゃいけないっていうことだったんですね。まず一つ今あることは。だから結構仕事が忙しかった時に、ママ遊んでって言って、分かった後でって言って遊ばなかった日が何回もあったんです。で、そういうのとかも、ママって嘘つくんだって、その自分の行動を見てきっと子供は思っちゃったりとか、じゃあ自分も嘘ついてもいいかもとかっていう、その大人のアクションをものすごい見てるなっていうのがあって、じゃあ後で遊ぶねって言ったらちゃんと時間を決めて一緒に遊んであげるっていうことが、仕事も忙しいし、いろいろ忙しいんだけれど、その時間を作ってあげるっていうのがすごい大事だなっていうのは私の最近の気づきだったんですけど、どうしたら良くなったよとか、なんかアドバイスがあれば先輩ママもぜひ教えていただきたいなと思います。ということで、皆さんからのですね、たくさんの質問、それからアドバイスいただきました。ありがとうございました。また第2弾をやれたらいいなと思っておりますので、YouTube の方にもコメントお待ちしております